れでもまだ少ないなと思いますけど、僕とかね、食パンはちゃんとしないと飽きが来ない、毎日食べれる。でもそれってやっぱり食べやすいから毎日来てくれてるのかなと。やっぱり気持ちが落ち込んでたり元気になりたい時はここに来て、朝からやってくださって本当助かってます。お店自体の目標もそうですけど、継続すること。種です。前の日に仕込んどいた種を。食パンはうち種でやってるので。普通にチョココロネ。カンパニーです。ライ麦ですね。もともとというか、うち実家がパン屋だったんですよ。僕実家愛媛なんですけど、休みの日は朝5時とかに起こされて、店手伝ったりとか普通にしてましたから。これ何ですか？これは玄米ですね。発芽玄米なんですけど。パンのバリエーションで。出しすぎない、その味が出る一歩手前っていうのを、食べやすいパンですね、僕の場合は。飽きが来ない、毎日食べれる。でもそれってやっぱり、食べやすいから、毎日来てくれてるのかなと。あとはアイテムによって、やっぱこの味の出し方っていうのは変えてはいるんですけど、これはフランスパンですね。跳ね上がった後にこうやって力つけてあげないと、はい、ダーってだれてくるんで。で調節、逆に硬かったらこんなにまとめないんですけど。ですね。ライ麦 30% で。ガスがどんだけ発生してるかとか、今日結構吹き気味なので、気温が高い感じですけど。これはプルーンですね。ドライなプルーンを戻した。これは1ってくださいね。カマンベール。僕個人的に焼く前に切っちゃうとどうしてもこうキュッて飲み切らない。
が入らないから前の日に自家製の酵母で甘みを、小麦の甘みを出しておいて、でこれ朝さっき仕込んだんですけど、朝一で仕込むんですけど、もうだいぶイーストも生イーストも入ってるから発酵してるんで、やっぱり日本のパン屋さんですからね、食パンはちゃんとしないとダメかなっていうのと、ある程度のバリエーションはうちは食パンは欲しいなと思ってて、で、まあ食パンはちゃんと毎日食べるものですから。でちょうどこれが、レーズンブレッドなんですけど、平日はこの量ですけど、土日になるとやっぱ3倍とか作るんで、土日は遠くからいらっしゃる方もいますけど、平日なんてもうこの辺の人だけですから、そういうお客さんがやっぱり毎日来てくれるっていうのは、それが一番なのかなっていうふうには僕は思います。で、クロスが一番売れるんです売れますね、一番売れますね。しっかりと最初は芯を作って、あとは緩めに。スーッと食べられるバターなので、僕はもうずっと修行時代からその四つ葉のバターを使ってます。これはフランスパンですね。パンチをするときもそうなんですけど、ボックスの中でパンチする人がいるじゃないですか。それだとどうしても均等にならないんですよね。弱かったら結構強めにギュッてしてあげれば。こちら発酵台も入ってるからどんどん発酵が早い。でも途中ラジオ体操ってシャドーボクシングこれは食パンに玄米を、発芽玄米をプツプツしたのを混ぜたやつですね。食パンのバリエーションですね。全体で60ぐらいです。全体で60種類ぐらいです。60はやっぱりないと選べないじゃないですか。それでもまだ少ないなと思いますけど、僕60でも。なんで四つ角にしか乗らないんですか？ここにフルーツ乗せるから。あんまり後乗せのデニッシュは好きじゃなくて、全部焼き込んで美味しいっていうのが結構好きなんですよ。あんまり後乗せで何かっていうのあんまり好きじゃないんですよ。このとこから均等になるように意識しながら。で、いらないガスは抜いて。あとはパンチの強さですよ。これ何してるんですか？これはあんまり生地です。余った生地ですけど、捨てるのはダメなの、持てないので、これを明日の分の生地に足す。
さっき切り目をっていう話をしてね、焼く前に切り目入れないんですか。成形した後に入れとくと、こうやってこう中が見えるように割れてくるんですよ。チーズ一緒に入れちゃわないんですか？層を作って、こいつは溶けるんですけど、こいつは溶けないんですよ。どんなオーブンでもそうだと思うんですけど、こういうタイプのオーブンって特に前から熱が逃げてくんで、できるだけこっちに詰めるように。ドライのリンゴですね。土日だと、3倍になるので作ると。食パン生地を前の日の食パン生地取り分けといて、オリーブオイルを混ぜたやつ。フォカチャなんですけど。あんまりハード系とかは途中皮を開け閉めとかもしたくないんで、できるだけ並べる段階で、さっき奥に詰めるって言ったじゃないですか。あれでもう、こいつは基本的に20分で焼き上げたいんですよ。20分ちょうどで。だからそこ、20分ちょうど出るように、並べるとこからもう気を使って、手前の方もちょっと開け気味にして詰めて、奥に詰めてって。で、そうすると、変に入れ替えとかしなくてもいいので。
ハードトーストですね。なんか一手間加えたいなっていうのはなんでもあるんで、炒めた玉ねぎをちょっと乗せてあげると。あとでベーグル茹でるようなお湯で。これ何入れてたんですかね。蜂蜜です。クロワッサンは2回卵塗るんで、クロワッサンやっぱりツヤが大事ですよね。できるだけまあこの辺も季節のものも使うようにはしてて。夏野菜のトマト煮込みです。ラタトゥイユです。あ、ミルクフランスなんですけど、フランスパンの生地にバターを練り込んで、明太子とバターとマヨネーズと大葉です。結構うちのベーグルはムチっていうよりもふわっとしたベーグル。こうしっかり発酵を取って、でベーグルって腹持ちがいいって言うじゃないですか。あんまりそういうのが好きじゃなくて、ちゃんと発酵も取ってムチっとしすぎないサクサクする炙るぐらいの揚げ具合。あ、ガーリックバターです。ガーリックなんですね。あ、エビカツですね。
構がっつり肉系を。またねー。はい。はい。はい、失礼します。で、予約、だいたいこの時間に予約が、パーッと。はい。始めまーす。今日はイギリスパンを。はい。もうやっぱり気持ちが落ち込んでたり元気になりたい時はここに来て皆さんの笑顔を見て美味しいパンを食べて元気にもらってます。お店もそうですけど、お店自体の目標もそうですけど、まあ継続すること。今18年目ですけど、まあ体の続く限りは20年はもうすぐそこなんで、30年40年続けていければなとは思いますけど。